こんばんは。本日も悩める住民たちからの依頼を解決してソーシャルレベルを上げていこうと思います。へへへ、この道に来るべきじゃなかったな。苦労をよこしな。カツアゲですか？寝言は寝ていってください。すいません。603に宿泊しているものですが、追われてるんです。フロントの皆さん、不審者です。助けてください。ちょっと。助けてくれないんですか？まさかの直立不動にさすがの探偵も困惑です。警察用とかなんかありませんか？ねえ、ダメですか？ならばこうです。なぜかあなた方はエレベーターには乗りませんからね。やーいやーい。これで一安心です。しかしフロントの人たちが何にもしてくれないとは思いませんでしたよ。私が間違えてバックヤードに入ろうとした時はすぐに飛んでくるのに、チャランにお気持ちレビュー投稿しますよ。予約なしでもすぐ泊まれでよかったのですが、フロントの対応はひどいものでした。サービス料としてありえない最悪の対応です。お部屋と清掃は良かったので今後の改善に期待を込めて星1です。などという茶番を挟みつつ一回へ戻れば、よし。カツアゲの人も諦めてくれたみたいですね。それでは忘れる前に先ほどのお礼参りではなく本日の宿泊費です。キングスマークホテルをご利用いただきありがとうございます。この状況でお金を取るのはかなり素敵な態度ですよ。ホテル暮らし卒業を目指して頑張る意欲が湧いてきます。さて、気を取り直して本日の依頼を探しに行きましょう。実はどんな依頼を受けるかはもう決めてあります。本日はお空き調査です。と言いますのも、先日、盗難事件の捜査をやったじゃないですか。その時に、盗難事件とは無関係の浮気の証拠を掴んでしまいまして、その調査依頼が来ているんじゃないかと期待しております。とはいえ依頼書には依頼人の名前が書いてあるわけではありませんので、ソフィーナイトさんからの依頼を引くまで、片っ端から浮気調査の依頼を受けていこうと思います。もちろん、もしソフィーさん以外からの依頼だったとしても、それはきっちり調査をさせていただくつもりです。探偵ですからね。おう。これです。早速1点目お電話していきましょう。どうも探偵です。ご依頼拝見いたしました。例の仕事をしたいのか？キングスマークホテルでコーヒーと共に座っている。お待ち合わせですね。承知しました。さて、ソフィーさんが来てくださるか？楽しみです。それらしき人物が見えますね。すんなり会えそうでよかったです。あなたが依頼人の？おや、どうも先日はお世話になりました。ご機嫌いかがですか？まあご機嫌ではないからこうしてご依頼くださっているわけですが、世間話をこの辺りにしてご用件を伺いましょうか。よく聞いてくれ。俺はソフィーナイト。パートナーのエイオイブ・テイラーを調査してくれ。誰と寝ているのか調べてほしい。はい、喜んで。あまり多くのことは知らないが、知ってることは書き出してやろう。エイオイブには清掃員が来ると言ってある。だからあまり長いはするな。疑われてしまうからな。承知いたしました。それでは以前見つけたポエムを手がかりに、イニシャル EV の人を探していきましょうか。発信情報。いやもう荒れてるじゃないですかお名前。UN レッサーさん。私が知っていたのは、エイオイブさんの浮気相手のイニシャルが EV ということだけだったはずですが、きっとどこかで拝見したお名前と何かの情報が紐づいて特定に至ったのでしょうね。なんたる名探偵。調査も推理もなしで依頼を解決してしまうとは、今日からバラ十字探偵社を名乗りましょうか。まさかこんなことになるとは思ってもみませんでしたが、気を取り直して浮気の証拠を回収しに行きましょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。イルイ、部屋の向こうで君の笑顔を見たとき。これです、これ。しかしこれだけじゃ面白くありませんね。何か面白い浮気の証拠はないでしょうか。そうだ、お二人でいるところの写真とかどうでしょう？エイオイブさんが言ったお店のレシートなんかが見つかれば、そのお店の防犯カメラから証拠写真を抜けると思うんですけど、そう、こういうのですよ。と思ったらソフィーさんのレシートでしたか。残念。だとすると、他には、銀行取引証明書なんていかがでしょう？お店での支払い情報と日付が載っているはずです。普段あまり使わないんですよね。銀行取引証明書のちょっといいとこ見てみたいですが、書類が、ない？どこにもないんですけど、賃貸契約書も出生証明書もありませんが、そんなことあります？ありますか？ありました。これは無理ですね。仕方ない。このアプローチは諦めますか？今回の調査対象であるエイオイブさんのお部屋が102号室なのですが、ターゲット、つまり浮気相手のユウエンさんのお部屋も実はすでに判明しておりまして、それがこちらとなります。103号室、お隣ですね。せっかくですのでこのままお邪魔してみましょう。相手方が何か面白い証拠をお持ちかもしれません。寝息は聞こえますがノックには反応なし。それではお邪魔します。ユウエンさんじゃありませんね。同居人さんですか？お互いパートナーがいて、隣の部屋同士で浮気。どういうシチュエーションです？これ。思ったよりベッドが近くて怖いので、一度起きていただきましょう。
お休みでしたか？探偵です。この方について伺いたいのですが。この人は俺の近所に住んでる栄養イブ・テイラーさん。ある種の苦悩を抱えているが、何かはわからない。ある種の苦悩ね。すみませんが、ちょっとお部屋を調べさせていただいても？俺のものを嗅ぎ回るのはやめろ。きちんとお礼はさせていただきますよ。もちろん、入っていいぞ。ありがとうございます。お金は万能の鍵ですね。それでは失礼して、夜も遅いですから手早く済ませましょう。とは言ったものの、面白そうなものは今のところこの手錠くらいしか見つかっていませんが、どうして皆様ベッドサイドに手錠を置くんでしょうね。一通り部屋中拝見しましたが、そもそもプライベートなスペースがベッドサイドの引き出しくらいしかないんですよね。相手方で浮気の証拠を見つけたかったのですが、その辺に放り出しておくわけもありませんし、隠すとしたら職場でしょうか。それではお休み中失礼しました。どうして私が相手方の証拠にこだわっているかというと、面白い証拠が欲しいというのもありますが、以前別の浮気調査を行った際に証拠不十分だったことがあるんですよね。なので今回はなるべく強力な証拠を見つけたいと考えております。シャドウズ・オブ・ダウトは Steam で大好評発売中です。浮気相手、ユーエンレッサーさんの職場へ向かっております。調査としてはすでに終了できる状態ですが、より強力な証拠をつかむことで依頼を完璧に遂行したいと考えております。ユーエンレッサーさんご本人じゃないですか。そういえば今回のご依頼、どういう内容でしたって？まず、ソフィーさんのパートナーの浮気相手はこの人。それから、浮気の証拠はポエム。浮気相手の家は依頼人のお隣ですよ。探偵はフルネームさえ分かっていれば職場も住所も簡単に特定できます。さて、あとは浮気相手の写真を撮影して食べ物を投げつければいいんですね。とりあえず、流れでお写真いただいておきましょう。OKですね。食べ物を投げつけるのは、ちょうどおやつに食べようと思って買っておいたドラゴンドッグがあるのでこれでいきましょうか。この距離で外します？待って。一旦距離取りましょう。仕切り直しです。まあね、先ほどは急な展開でしたので、それであんなミスを。蛇行して車線を切ろうとしてくる。もしかして遊園さん戦闘経験豊富でらっしゃる？クソ。どなたか、お客様の中にドラゴンドッグ投げが得意な方はおられませんか？チャンス。これはチャンスです。嘘でしょ。この状況で外します？よろしいでしょうか？良さそうですね。では改めて失礼します。行きますからね。よし。なんかもう最後は情けをかけられたような気もしますが、何はともあれエラーは成功です。何でしたって？そうだ。職場で証拠を探そうと思っていたのでした。いろいろありましたが気を取り直して職場訪問です。探すは遊園さんがお持ちの浮気の証拠です。従業員記録によれば、遊園さんは感触持ちで個性が強くて他の従業員に迷惑をかけがち。仕事には熱心のようですが、なかなか刺激的な人物みたいですね。おや、こちらは？ EV、アビーから君はそこにいないと聞いた。どこにいるんだ？一緒にいるのかは？栄養イブ。おやこれは。職場に遊びに来た栄養イブさんが、遊園さんと会えなかったので残していったお手紙とかでしょうか。いいですね。ポエムよりもこちらの方が証拠として強そうじゃないですか。ポエムはまだ言い逃れできますからね。それはただのポエムだし、もちろんお前のことを思って書いたのさ、ハニー。とかそういう感じで、アビーとやらはおそらくこの人のことでしょう。こちらでホールスタッフをやってらっしゃる方ですね。せっかくなので監視カメラも拝見しておりますが、残念ながらユーエンさんとエイオイブさんのツーショットはなさそうです。まあ証拠は先ほどのお手紙で十分でしょうから、手がかりだけいただいて撤収します。もう一つ。それでは調査書類を提出して、あのお手紙でご満足いただけるといいんですけど。よし、浮気の証拠もバッチリですね。本日は目的としていたソフィーさんからの依頼を一発で引き当てることができましたし、依頼も完遂できてよかったです。ところで、先ほどお邪魔した時に気になってたんですけど、これ。希少で高価なハゾムの爪の第一版、マダガン・フィッチ著の人気探偵シリーズだ。以前、この気候本が盗まれてしまったところから、ソフィーさんとのご縁が始まったわけなのですが、私が取り返してきた子は、こうしてちゃんと金庫に戻されているんですよ。そして私は、この貴重な本とやらのお値段が気になっていたのですが、その時はちょうど質屋が閉まっていて、というわけで、失礼いたします。いや、まさかこんなチャンスが巡ってくるとは嬉しい子さんです。あとは質屋、お問い闇市が空いているは良いのですか？どうも、今日はやってますか？よかった。パスワードが必要になるぞ。
存じておりますとも探偵ですからね。あれ、前からこんな SE ありましたっけ。さて念願の闇市ですが、ここでは持ち物を売ることができます。質屋でも買い取ってくれるのですが、価値の高いものや今回のような場合は闇市に持ち込まないと買い叩かれます。さて気になるお値段は900クロー。思ったより高くはありませんね。いえ、コーラとハンバーガーで10クローくらいであることを考えると、90食分、1日3食食べると仮定して約1ヶ月分の食費くらいのお値段。やっぱりそこまで高くはない気がしてきました。わざわざ売るほどではありませんね。あれ？ということは、もしかして、他の同じような依頼でも、盗品を取り返して、依頼主にお返しして、その後で改めて依頼主のお部屋へお邪魔すれば、もしかして、